ブな映像はどんどんカットくんだよ。時々映像が乱れることもあるよ。よろしくね。オッケー、ありがとう。君たちの力はよくわかった。ありがとうございました。マスター。リアム君、ムーブが素早くて大きいのは素晴らしいが、まだ雑さがあるね。うっす。体格のいい子は苦手なダンスの種類だと思うけど、そういう時にこそ指の先まで表情を意識できるといいね。ありがとうございます。反対に愛之助君は見せ方を分かってるね。ですよね。わかる。ただ、止めを意識しようか。ヒットが苦手だね。センス任せではいずれ壁にぶち当たる。ダンスに必要な筋力は基礎練でしか身につかないよ。はーい。あと、二人に共通することなんだけど、緊張感がすごいですね。ああ、これでミュージカルの配役が決まるんだ。無理もない。そうですね。世界的演出家カムイさんのミュージカルに出られるんだから、気合も入るというものです。さすがに好評もシビアだね。ケイトたちもボロボロに言われたもんね。指摘が的確なだけに悔しいね。何を言われるんだろう。震えが止まらない。せいねビビる必要ねえよ。実力以上のものを見せようとするから緊張すんだ。ありのままを見てもらえよ。アドバイスはありがたいんだけど、力が強い。不安も飛んでっただろ。いや、不安な上に背中が痛い。言いたいことはそれくらいかな。ありがとう、二人とも。ありがとうございました。次はスカーレット、シンバとミケラ、前に。はい。さあ、君たちの実力を、いや人生を見せてくれ。オーケー、そこまで。ありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。二人とも特にないかな。素晴らしかったね。やば。二人ともすごい。自分を見ろという思いがほとばしるパフォーマンスだった。その自信は君たちの武器だね。以上、下がっていいよ。はい。じゃ、今からミュージカルの配役の打ち合わせをしてくるので、休憩してて。ストレッチも忘れずに。はい。ありがとうございました。疲れた。すっごくダメ出しされたね。さあ、もっとやれると思ったのによ。気にしない。結局何も言われなかったのシンバとミケラだけでしょ。ねえ、ケイトびっくりしちゃったよ。噂の二人は？二人ともすぐ出て行ったよ。お手洗いですかね。いやー、ミュージカルの主役誰になるんだろうね。順当に考えればシンバとミケラだろう。彼らは舞台に映える。ま、カムイさんのあの反応を見ちゃったらね。にしても気にならない？スカーレットがどっちになるのか。そういうのはデリケートな話というか、あまり話すものじゃ。いや、それがオーディションの醍醐味じゃん。でも俺も実は気になってたんだよね。だって存在が真反対じゃない？そうそう。スカーレットってセンター候補でしょ。どっちが真ん中にいるかでグループのカラーがだいぶ変わるじゃん。確かに雰囲気ガラッと変わりますね。ちょっと待って、想像してみるよ。シンバだと大きすぎてケイトたちが見えなくなっちゃうかもね。困っちゃうね。困りましたね。あ、デビューしたら衣装をシークレットブーツにしましょう。僕が作ります。そうしたらシンバもさらに大きくなっちゃうんじゃない？困っちゃうね。困りましたね。変な心配してるな。
興味深い話題だが、どちらも相当な実力者だ。味方であれば力強いことは間違いない。ま、二人とも同世代じゃ有名だし、最終に残ってるの見て、そりゃいますよねって感じ。そうだったのか。そうか、めぐるさんは知らなかったんですね。ああ、しかしミケラを初めて見た時は驚かされた。ダンスに浮遊感がある。空を泳いでいるようで見ていて気分が良い。歌もとても上手。ミケラって練習の鬼なんだよ。ミスターストイック。ああ、わかるよ。あれは反復練習の賜物だ。どんな難しい課題でも弱音を吐かないどころか表情すら変わらない。すごい人です。超人だ。シンバはなんつうか存在感。王様。それな。てか実際に結構いい家の生まれって話だった気がする。リアル王様じゃんね。リア王。つうか、なんで俺よりでかいシンバがあんな踊れんだ。でかいのに形がバチッと決まるっつうか。体が大きい人ってダンス難しいんだよね。リアム君ってまだ身長伸びてるでしょ。あ？多分。シンバって小学生の時から180くらいあったらしいからね。大きい体を操るのに慣れてんのよ。なるほどな。フィジカルエリートってわけか。リアム君も体の扱いに慣れたらもっと上手くなるよ。一方はストイックな完璧超人、もう一方は生まれながらの王様。タイプの違ううちら世代の最強対決。客観的に視聴者目線で見たら相当熱いバトルなことに間違いなしなわけよ。なるほど、愛之助らしい目線だな。どちらが落ちてもおかしくないというより、どちらが落ちてもおかしい2人ですしね。かける？かけないかけない。そんなこと気にしてる場合か。バカね。これだからひよたは近くにいたら映り込む機会増えるでしょ。ほんと？じゃあケイとずーっと二人の近くにいるよ。でも僕気になってることがあるよ。何ですかモネさん。二人で話してるとこあんまり見たことない。確かに。言われてみればそうかもな。みんなでいるときは普通に話してるけど、あんまり固まってるイメージないかも。そうじゃん。実は不仲？やばい、オーディションが盛り上がっちゃう。はあ、面白くなってきた。めぐるさんの目が輝いてる。なんか楽しそうな話してるね、君たち。まったく、本人のいないところで噂話なんて品がないんじゃない？反省してまーす。ごめんね、ちょっと盛り上がっちゃってつい。俺は気にしねえよ。注目が集まるのは実力者の宿命みたいなもんだろ。で、経緯をよく分かってねえんだが、何を話してたんだ？それは。いいでしょう、別に無理に聞き出さなくても。シンバとミケラって仲悪いの？あ？なんでそう思うんだ？だって二人ともいい人。僕たちとも気さくに話してくれる。でも二人で話してるとこ見ないから。歯に絹着せないね、モネは。歯に絹着せない？都合いい時だけクォーター出してくるのやめてくれる？っていうか、そんなことが気になるの？暇なの君たち？とても気になる。ここは娯楽が少ないの。分かってよ。ああ、もう期待に満ちた目で見るな。分かったよ。別に仲悪くない。そうだよね。ああ、そうだな。ただ君たちの言うような仲良くではない。だってこの大きいのはいずれ倒す相手だから。最終的に同じグループにならないでしょ。だから必要以上に仲良くする必要もない。確定で落ちるやつに自分の時間を割くのは無駄、非効率でしょ。どうせ俺が勝つんだし。
わお。いやそうかもだけどよ。正直すぎて引くわ。ミケラ歯に衣着せない。散々聞きたがっておいて引くのやめてよ。シンバ君の目の前で言うのがすごいというか。いや全く同じ意見だ。気が合うな。お前たちは将来の仲間だ。深く知りたいさ。大切にしたい。俺の全てをかけて守ってやる。愛の告白？なんだか照れますね。すがすがしい王だな。だが唯一ミキラは違う。仲間になる未来はない。なぜなら俺がスカーレットだからだ。挑発してくれるね。したか？事実だろ。ちょっと君たち怖すぎるんだけど。わあ、バチバチだね。実に良いな。いやでもよ、そんなのドライすぎんじゃねえか。俺たちスカーレットはそういう関係なの。君たちに迷惑かけないからいいでしょ。誤解のないように言っておくが、俺はミキラのことを憎く思ってるわけじゃねえ。能力の高さは理解してるし、もちろんリスペクトもしてる。そりゃどうも。ここで落ちるのは惜しい。今からでも別の色になればいいのにな。やっぱ挑発してるでしょ。どこが？本心だ。俺に勝てる気でいるんだ。ああ、負け方を知らないからな。ああ、もういい。二人は話さなくていい。お待たせ候補生諸君。センターホールに集まってほしい。オーディションの結果を発表するよ。誰もいませんね。場所間違えた？黙って。ああ、天井が下がってくる。なんだって？前も見たが。最初から下げとけよな。ひよた黙ってて冷めるから。いや待たせたね。彼らのことは紹介するまでもないかな。後輩たち頑張ってる？彼らはこの課題のメンターを担当する。2人ともミュージカル課題の経験があるからね、頼りになるだろう。よろしくね。そしてそれと同時に今回のミュージカルの演出担当でもある。今回のミュージカルは2つのチームに分かれて別の演目をやってもらう。それぞれ演出家をレオンとカズが務める。はい。どうぞミケラ君。カムイさんは関わらないんですか？世界的演出家であるカムイさんの下でやれると思っていたんですが。総合プロデュースをさせてもらうよ。安心して。クオリティの担保はするさ。そうですか。じゃあ早速2人から演目と配役の説明を。俺が演出するミュージカルの内容は幕末新選組をモチーフにした歴史ものだ。ダイナミックな盾が必要になる。盾か。得意分野だ。僕が演出するミュージカルはスラム街出身の少年が歌と踊りで成り上がるサクセスストーリー。ステージを目いっぱい使って踊ることになるね。よし。俺のチームはまずヒロミ、おい返事、はい。リアム、はい。明石、はい。モネ、はーい。最後はシンバ。はい。僕のチームは返事とかいらないからさらっといくよ。ケイト、京也、めぐる、愛之助、そしてミケラ。番手は呼んだ順だ。番手ってわかる？つまり最初に呼んだ人が主役で最後に呼んだ人が言っちゃなんだけど脇役だね。ケイト主役？マジ？いや、それもそうなんですけど。シンバさんとミケラ君が脇役？はあ？待ち焦がれてたんだ。さあ確かに変わる何か。 Keep running through the fire. We're gonna rise to the top. 超え
このままじゃどっちがスカーレットになるとかそういうレベルじゃないよ。俺が運営ならどっちも落としてる。大丈夫。大丈夫。俺は今までだって乗り越えてきたんだから。どうしたらいい？初めてだ。こんなこと。風になって遠慮はいらない下克上さ We rise to the top